皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中俊二です。今回はですね、将棋を大勢指しました対局の解説編をお届けいたします。戦型がですね、今回私後手番でして、相手の方の先手中飛車にね対応する形となりました。持久戦模様でね行こうかなという予定だったんですけれども、相手の方のね、5筋の不交換に乗じて、逆にね5筋に厚みを作る、指し方を、選択しました。厚み対ね、中飛車のさばきということでね、厚みを築くというのは最近あまりね少なくなってきた指し方ではあるんですけれども、非常にね有力な指し方の一つですのでね、ぜひぜひ皆様の参考になればと思っております。最後までごゆっくりお楽しみください。それでは解説の方を始めていきたいと思います。本局ね、私、後手番で、下が、相手の方ですね。私後手番なので上側になります。これねコメント欄でいろいろいただいてるんですけど、こちらの形でやらせていただきます。5六歩。そうですね、結構これプロの中飛車党のね、棋士でも初手結構ね、昔ですとね5六歩とつくと奇襲戦法って感じだと、もう今やね完全定着しました中飛車の初手ですね。で3四歩、5八飛車と、ここがねスタートしてまだ3手ですけどね、次ここで後手側としてもね作戦の分岐点になりますね。本局のように居飛車を選ぶのか、3二飛車とあったりしてね、相振り飛車という指し方もありますね。居飛車党の人ですとね、あまり相振り飛車は選択されないと思うんでね、本局私は6二銀と上がったんですが、もう一つね、居飛車を選択した上でね、この5五歩とね、位を取らせるかどうかというのもポイントになりますね。具体的に言いますと5四歩とこう位を保ちましてね、7六歩に6二銀という形でね、こう5筋の形を突き合った格好で指すという指し方もあるところですね。はい。本局は居飛車を選択してかつ、5筋の位を譲るというかね、先手に取らせるという指し方ですね。6二銀と上がりました。7六歩、8四歩で、先手がね5五歩とここでね、位を取ってきました。4二玉、4八玉と、そうですね、ここの形ですね、居飛車対中飛車対居飛車という形、あるいは5筋の形が決まりますとね、囲い合いということになりますね。はい。で、5二、すみません、3二玉と寄りまして、3八玉、5二金右と。この5二金右はね、自然に囲い合いを目指す手なんですけれども、急戦をね目指す指し方も考えられるところですね。具体的に言いますと4二銀と上がりまして、5二金をね上がる手もあるんですけど、5二金を1手をね保留しまして、例えば6四歩から6三銀と上がりましてね、7四歩から7三桂、あるいは場合によってはね7四銀から6五銀という感じで銀がスルスルとね出ていくような指し方、あるいは4二銀と上がっておいて7四歩から7三銀6四銀と、このような形ですね。4二銀の形で一手で収めておいて、右銀を、角の、具体的に、いずれね、先手の角が上がってくるので、先手の角をね、狙っていくという指し方ですね。この指し方も非常に有力なところですね。状況に応じてね、さらにこの銀を繰り出して、中央の位を狙ったりとかですね。5二金右を上がって指す指し方もあるんですけれども、今のような急戦をする場合はですね、ちょっと専門的なことになるんですけれども、5二金右を保留して、4二銀を急いでね、4二銀の一手で、右銀を繰り出すという指し方が多いところになります。実戦は5二金右と上がりました。これすごい自然なんですけど、こうやるとね、ちょっと本局見られるんですけどね、ちょっと持久戦模様の手になりますね。はい。で、先手は7七角。この7七角っていうのもね、ちょっとした8五歩と突かれて7七角って上がるのは自然なんですけどね、すぐ7七角ってちょっとキーに移るかもしれませんが、6八銀とねこういう6八銀5七銀5六銀とこういう形を先手は作りたいんですけれども、すぐ6八銀と上がりますとね、一応5四歩という手があるんですね。これちょっと中級以上のね方向けの講座になるかもしれませんが、銀が上がることによって角が浮くので、5四歩とね反発する手がありますね。これ同歩と取るともちろん8八角成と取られてゲームセットですし、次にねやっぱ5五歩と取られてしまうとね、せっかく5筋の位を取ったのが取り返されてしまうということでね、もちろんこれで5四歩と突かせて5七銀5五歩6六銀といった感じ、これでね銀を繰り出すという指し方もあるんですけれども、少しねやはり5筋の位せっかく取ったので、7七角という上がる指し方の方が比較的多いですね。こう上がっておけば次に6八銀と上がった後に5四歩に同歩と取れば
まあ問題ないという仕組みになっております。本番7六に4四歩と突きました。そうですね。ここで4二銀と上がると、ちょっと繰り返しなんですけど、急戦模様なんですが、4四歩とね、角道を止めたことによって、持久戦を目指すということになりましたね。で、ここまではね、ここまでというか、次の手も普通なんですけど、ここまで進んでね、私は持久戦にね、組むつもりでした。やっぱ角道を止めた場合はね、なかなか急戦っていうのは難しいので、例えば先手が6八銀と上がって、4三金と上がって、玉を寄って、3三角と上がってね、4二銀と上がってないことでね、玉を深く囲っていくという構想で指していました。本局ね、ここで相手の方が、5四歩と。これね、でも積極的な手だと思います。今、後手の角道が止まったことで、歩交換をきたんですね。すごく手として自然なんですが、この手ではね、ちょっと私の作戦の変更をね、読んだというか、悪い手というわけではもちろんないんですけどね、これで5筋の歩交換を目指しました。で、これ同歩ですとね、同飛車と取って、金が上がると5九飛車という感じで、これ自然にね、一番下に引くとすごく先手はいい形になります。ですので、これね、簡単な手筋なんですが、5四歩に本局のように4三金とね、金を上がることで相手に取らせて同銀と指すと、飛車の位置をね手順に引かれないで済むという仕組みになっております。実際4三金5三ので同銀と進みました。そして、6八銀とね、先手としては5筋の位を、なくなってしまったんですが、代わりに一歩ね手にしたというのが主張になりますね。そして、ここで私がね、5四銀と上がったんですね。これが予定変更という意味ですね。本来というか今までの指し方ですと、3三角と上がってね、玉を寄って、1二香とか、3二銀とか、やれば持久戦のね、玉の堅い将棋になるんですが、先手が少し早めの歩交換をね、してきたので、それに乗じて、銀を上がってね、盛り上がってしまおうということですね。これは銀の出足ですね。銀の出足が自分の方が早いことを目をつけたね手ですね。というのもこれ銀が私の方だけね後手の方だけ4段目ですので、先手が銀が出ると6五銀という形でね、奇跡をねも先にね攻めることができます。実戦は6五銀を嫌いまして、6六歩とついてね6五銀を嫌ったんですが、これで角道が止まったんでね4五歩ということで、堂々たる陣ですよね。中飛車に対してね先ほどまで止めてたんですけど、伸び伸びとね、先手は一歩ね先手交換後手として先手一歩交換されたんですが、その一歩交換に乗じて、こうやってね本局のようにね上に厚みをね築いていくと、先ほどのようにね最初の当初の構想のようにね王様を固めていくという展開にはならないんですが、手得というかね手順に盛り上がることで、中飛車を抑え込んでしまうというね方針に切り替えたということですね。はい。で4五歩に対して6七銀と、そして5五歩とねがっちり打ちました。本来ね中飛車に対して中央に位を張るのはね飛車の上に位を取って危険なんですが、本局に言うとね角と銀が守ってますので、仮に5六歩と来ても同歩同銀に5五歩と打てばね、これ以上は一応出てくる手はあるんですが、後手の方にはね先手の方にもここに銀打つ形があるのでね、すぐには攻撃ができない状況ですね。で、5五歩に対しまして、1六歩と、1回8歩ですね。で1四歩と受けまして、4八銀ですね。これは柔軟な手でしたね。玉を寄って3八銀という形もあるんですが、よりね中央に厚い形をね囲いですね。はい。で、4二銀、9六と。この辺は一手一手難しいですね。この9六も直接的にね端を攻めるという意味ではないんですが、何かの時に角が出たりした時にこちらに引けるようなね端があったりとか、含みの多い手ですね。で5三銀と、私の方はね、ここ5六歩は大丈夫と言ったんですけど、やはり銀2枚もう1枚ね応援を与えておくと、より安全な形になっていきます。そして5九飛車とねきました。やはりこの一手が必要になるのでね、先ほどの戻るんですけどね、5四歩の時に手順に盛り上がっておくとね、先手の方がもう一手ここでこういうところで引くことになるのでね、微妙な差なんですけどね、ああいうとこは少し後手が得になります。5九飛車に対して4二金上がるとね上がりました。ここまで組めるとね後手も安心ですね。銀銀金金が非常に連結のいい形ですし、いつでもね4四銀あるいは6四銀という形で5五のね地点に援軍を送ることも可能ですね。はい。で、2八玉と深く囲ってきました。で6四歩3八金、
まあこれで木村美濃と呼ばれるようなね囲いですね。で7四歩と。で、7八金。まあ難しいところですね。金もまあこちらにね上がる方が硬いんですが、こうしてしまうとね飛車にかぶってしまうので7八に上がりました。で9四歩。この辺はねまあちょっと囲い合いですね。まあこの9四歩は手待ちの意味も深いですね。で9八香太だったんですね。この香車上がりもまあそうですね、まあ必ずしも今必須かと言われると難しいですけど、将来的に角の利きからね香を逃げたことになります。で8五歩。で、6八角ときました。まあここでまあ駒組みは一段落という感じですかね。先手の方としましてはね、やっぱり一歩持ってるというのは何せね、まあ一つポイントなんですが、後手としてもね、まあその一歩は持たれてますけれども、非常に中央に厚い形ができましてね、現在のこの中飛車のさばきをね、まあ制しているような情勢ですので、まあ、後手番としてはまずまずのね局面ではないかなと思います。まあ、今局はねこれ6五歩とついていきました。まあ、この手はですね今言っていた先手は一歩持っているというのが主張ですので、後手の方も一歩持てればねその先手の主張がまあ薄くなるというかねという意味でねそういう発想の手ですね。はい。で同歩同銀と進出しまして、6六と。受けたてに5四銀引くとね引きましてね目的通り一歩持ちました。そして7七桂と。まあ先手もね6八角の狙いはこう左の桂をね飛んでねさばこうということですね。はい。でまあ後手も7三桂ですね。まあここで解説編の時に言ったんですけどね、まあ、桂馬を飛ぶ時、まあ、2つ目は特になんですけどね、1つ飛ぶ時もね、自分の桂馬の頭がね、守られてるかどうかっていうのは必ずチェックしなくちゃいけないですね。こういうふうにお互いに歩を持ってる時ですね。今回の場合7七桂と飛んでもこう6七にね銀がいる形が非常にこの銀桂の並びが相性のいい形でして、まあもちろんね桂頭は銀でしっかり守ってますから同歩で問題ないと。で私のね7三桂っていうのはね銀がこう横にまあずれてるとかねいる形なんでこう7五歩と突かれる形がねあるというのはもちろん警戒しとかないといけないところですね。まあ本局はね7五歩とついてこなかったんですけど7五歩でしたら8四飛車といってねまあ飛車の力で受けてしまおうというねことですね。まあ、7四歩同飛車となれば逆に7六歩のような狙いが出てきますし、もし7六銀とね力を加えてきてもこの場合は銀の応援をすれば飛車銀対銀の格好になるんでねむしろこう逆用できそうな形ですね。まあ、本局においては無理なんですけれどもね桂馬を飛ぶ時特に相手が歩を持っている時は桂馬の頭をね狙われる手というのはケアする必要があります。で本局は4六歩とねこちら側をね、まあ、7五はちょっと無理ということできました。で同歩同角とねまあ2つ目の歩をね取ったんですけどね。で4五歩と打ちまして6八角と。ただね、2つ目の歩を持ったんですが5筋のこの歩を交換した形でこちらの歩っていうのはちょっとね、まあ、薄みもあるんですよね。実際本局ここで6五歩と動いていきました。これはですね、桂馬がこの状態で仮想図でねこの桂馬が乗り合った後カットインした場合にですね持ち駒にですね私の方が桂馬をね打つ場所がまあ、例えば4六とか5六とかね多いよということですね。逆に自分の方はね傷が多いのに桂交換に挑んでしまうと損になってしまいます。6五歩と合わせていってねさっき交換したばかりの歩なんですが合わせていって桂馬交換をね目指したということですね。はい。で、4七銀と。これはやっぱそうですね。まあ先手の方非常に強い方ですよね。やはりこう桂交換になると自分の方の傷が多いということで4七銀とね桂交換を拒否してきました。で私の方はそうですね、4七銀に対して6六歩と取りまして同銀6五歩と、まあ、3つ目の位をね張りまして5七銀に6四銀とねどうですかねこれ結構ね私こういう指し方好きなんですよね。厚みでこうじわじわ押していくね指し方。まあスピード感はねあんまりないかもしれないんですけれども、まあ、非常に安定感がねありますよね。自分のね陣形にこう入ってこられる余地がないようにねきっちり攻めていく。そしてですね今銀が上がったことで先ほどの情勢と変わりまして先手はねこの歩が非常に桂の頭の歩が非常に不安定になってます。先ほど銀こちらにいたんでね良かったんですがこうずれたことで、逆にこうね後手の方から7五歩という可能性が出てきております。そしてねまあ対局中言ったんですけどここでね5六歩と打ったというのはね本当相手の方強いですよね。もう結構先回りして先ほど4七銀もそうなんですけれども私がこう7五歩来そうだなということでね5六歩とね合わせてきたというのは機敏な手ですね。これはね潰すというよりは形を整えようという狙いでして同歩同銀5五歩に6七銀と引こうというねこうやれば銀があら不思議一手で戻ったよってことですね。まあ、実戦は5六歩同歩同銀に
5五歩と打つとね、相手の狙い通りと見て6六歩とね、これが勝負に出た手に8六歩ですね。8六歩同歩と1回入れて6六歩がね狙いの一手ですね。この8六の突き捨ては決戦に入る直前ぐらいで突くのがいいところでしょう。で6六歩と突いてね、これはもう何ですかね、この銀をただじゃね逃さないよという手なので、これをね歩をペタペタって並べておくと手堅いんですけど、これですとね長い戦いなんですが、もう打ってきなさいというね、もういよいよ勝負に出た手ですね。はい。これだけ角銀銀と並んでいるからできるような指し方とも言えると思います。そして6五歩と、しょうがないですよね。もうここに打っていっても数が足らないのでこちら側に打ってねきました。で5五銀同銀同銀とね、ここが中盤の一番の難所ですね。で私の方としてはね、こう玉の硬さがね、今回この金がこちら側にいることで、それほど振り飛車側とね差がないというのが強みですね。金がこちら側にいるとね振り飛車の方が硬いんですけどね、あとやはり6六に歩が垂れているというのもね一つの狙いです。実際ここで4四歩と打ちました。これ微妙な手でしたね。すぐ本局4四歩同角6四銀だったんですけど、すぐ6四銀のが良かったかもしれないですね。これですね5五銀と取る手が成り取りでもないので、本局はこう4四歩と打ってね同角と角をおびき出してから6四銀と打って、これですと5五銀が角取りになるというね仕組みなんですが、壁のね角が上に出たというね後手の得もあるのでね、善悪微妙なところだったと思います。で同銀、これですとね後手も同銀と応じるしかないんですけどね。で同歩と、そして、6七銀、これ難しいですね。こう5八歩が手筋なんで、対局長編も言ったんですけどね、5八歩が手筋なんですが、この場合はね同飛車に、いろんな動きを銀打てるんですが、飛車成られる手がねあるんですよね。こう縦に成り込まれますとね、それほどやっぱり嬉しくないということでね、本局は6七銀とこちらにね打ち込んでいきました。王様とね反対方向なんですけどね、やはりこの辺の駒が、取れそうだなというところですね。はい。で、同金同歩成、これでね先手陣の崩壊の形なんですが、先手としても狙いの5一飛車成とね成り込みまして、これがどうかですね。この竜がどれぐらい働くかで、6八と、ただ角がねボロッと得ですからね、ちょっと後手がいいかもしれない、私の方がいいかもしれません。で6三歩成と、でちらっと言ったのはね、こういう時に角が2二ですとねちょっとこう壁撃で嫌な形なんですよね。上に上がってることで少し楽になってる。ただこう金を取れた時の3一金という手には気をつけないといけないですね。角がこう上に上がってるので、はい。でここからのね、3手はぜひ本局のねポイントですね。こう4六歩と突くのがね、まず1手でして、これはさすがに同銀とね歩で取られてはいけないんです。歩で取られてはいけないんで同銀なんですが、そして4九銀と打つと。この2手でね一気に先手がねこう銀を突き捨てないと連結がいいんですが、崩れたことでこの4九銀は非常に厳しい手になりました。金を持っていないのでね受けが難しいですね。3九銀と打っても金を取って同金に、4八金という形でねしがみつく寄せがあります。実戦は4八金とね、避けたんですがね5八とが、これが好調子のね寄せですね。こう銀を引っ掛けてからと金が寄る、銀が竜は効いてるんですけど金が効いてますかね。同金ですと3九角と打って、角がいますので詰み形になります。で5八とに対して3一銀とね打ったんですけど、これはちょっとね手としては厳しいんですけどね、これは結構手数計算がしやすいので4八と構わず攻めましてね。でこれでもう角も効いてますし豊富な持ち駒がありますから、私の差は詰まなければいい状況です。4二銀成同金3一金3三玉とね上がりまして、少し駒が足らないですね。で、2二銀と追い打ちをかけたんですが、これは同玉でも詰まないですけどね、本局は分かりやすく2四玉と上に逃げました。これでね歩しかないですから先手は駒がないということで、受けもね難しいので2一金と取ったんですが、これは比較的分かりやすい詰みですね。3八金成1八玉ね、角が効いてますからね。で、2八金と最後は詰みまでいったところで、投了となりました。はい、いかがだったでしょうか。プロアマ問わず人気のある、先手中飛車にね
対してね戦うという形になりました。相手の方の素早い5筋歩交換を見てね、予定を変更しまして中央に厚みを築いてね中飛車側のさばきを抑えつつポイントを稼いでいくというね指し方に切り替えました。あまりねこういう指し方実はね近年少しずつ少なくなってきてるんですよね。やはり、スピード感のある指し方あるいは玉が硬い指し方っていうのが、非常に流行していまして厚みでね押していくという指し方が、少しずつね少なくなりつつあるんですけれどもね、指し方としてはね非常に優秀な指し方だと思うんですよね。じゃあ多分居飛車党の方はね先手で中飛車指されることもね多いと思いますのでぜひぜひね参考にねお試しいただければなと思っております。この動画が良かったなという方はグッドボタンをチャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。さようなら。